こんにちは、漫画素材工房です。今回の動画ではこの女性の腰から足回りを描く方法を解説していきます。この腰から足にはいろんな筋肉や関節が絡み合っていて、胴体のひねりや股関節の動きが大きい部分なので、構造と 3D を理解しないとなかなかうまく描けないパーツなんです。最低限のシンプルな構造を捉え、いい感じの肉感を出せるかにトライしてみましょう。まず一番最初の段階ではこのようなシンプルな腰回りが基本になると思います。もう少し理解が進むとこの2番目の構造が入ってきます。そして最後にこの3番目のパーツを考えることでより肉感のある腰回りを描けるようになるので、まずはこのそれぞれの番号が何を指すものなのかを説明していきます。まずこの1番赤い部分に関しては胴体と骨盤の間の空洞、この中間にあるウエストのくぼみです。ここは皆さんがすでに理解しているところだと思います。そしてこの2番に関しては外腹斜筋という筋肉の形、パーツになります。まず前提としてここにはこのように骨盤があります。外腹斜筋は胴体の側面を覆う大きな筋肉ですが、その一部が骨盤のこの腸骨梁の上に乗っているんですね。これは男女ともにかなり重要なパーツで、この外腹斜筋が2番の部分です。そしていよいよこの3番目のパーツについて解説します。ここでまず大事なのがこの腸骨梁の先にある上前腸骨棘という突起のような骨の部分です。ここを起点に股間を描いていきます。上前腸骨棘は忘れないように必ずポイントとして押さえておきます。そしてこの股間と上前腸骨棘の下にある足の付け根の部分が3番のパーツになります。まずお尻の側は肉感をそれっぽく描くわけですが、奥の側はこの3番のパーツと太ももをしっかり描き分けます。この3番のパーツは言ってみれば足の可動部分なんですね。皆さん可動式のモデル人形を使う方も多いと思うんですが、人形の関節部分はこのように可動するための隙間がありますよね。3番のパーツも同じようなものだと思ってください。足を軽く上げた時は隙間の間隔はこのように少しだけ狭まります。そして強く上げた時にはこのように圧縮されて見えなくなるイメージです。この3番の可動部分を作ってあげることでどこから太ももを区別すればいいかが分かりますし、可動もさせやすくなるのが便利な点です。2番や1番の足はやはり足の付け根がどこなのか分かりづらいんじゃないかなと思います。ちょっと迷っちゃいますよね。この上前腸骨棘と股間の位置、3番のパーツは可動に説得力が出ますし、とても重要なポイントだと思います。ではこの3つのパーツを踏まえた上でこのポリゴンのような胴体のラフを肉感がある形に清書してみましょう。まずは一番上のウエストの部分を描きます。そして本来ならこのようなシンプルな流れになるところですが、腸骨梁の位置をしっかり決めた上でこの上に乗る2番目のパーツ外腹斜筋を捉えてあげます。そして骨盤の傾きに沿って腸骨梁の先端に上前腸骨棘を描きます。股間の位置を定めたら今度は足の可動部分3番のパーツを描きます。これで3つのパーツができましたね。それではもう一つのボディも清書していきましょう。腸骨梁と上前腸骨棘を描き股間の位置を定めます。そしてこの上に乗る外腹斜筋を描きます。お腹のパーツもしっかり肉感を意識して3番のパーツとお尻と足を描いて完成です。3つのパーツと骨を意識することでかなり肉感を感じる人体になりましたよね。特に女性は上前腸骨棘の出っ張りを出すことで柔らかさの中にもメリハリがつくので個人的にはかなり好みのポイントです。同じく気に入った方がいましたらぜひ意識して活用してみてください。現在私は個人的に美術解剖学を勉強しており、そのまとめを月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。人体のことをもっともっと知りたいという方は概要欄をぜひチェックしてみてください。それでは今回のおさらいをしていきます。まず女性の腰回りは3段階で捉えるといいですね。
1番が赤い色のウエストのポイント、そして2番目が腸骨梁の上に乗る外腹斜筋の一部、そして腸骨梁の先端にある上前腸骨極を押さえましょう。股間の位置を定めた上で、次はこの足の可動部分ですね。これが3番目のポイントになるので、これらのパーツを意識してあげると、骨や肉感を感じさせる腰回り、足回りが描けるんじゃないかと思います。皆さんもぜひトライしてみてください。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。